まずは完成型です。E で加速、Q で降車、そして R で甲羅を発射します。この後、どコードを設定すれば同じ動きになるのか、順番に見ていきましょう。こんにちは、小田福天使です。こちらの動画では、星々の元凶のゲームの作り方について解説していきます。そして、私自身の備忘録としても作っています。こちらの動画は、概要欄にあるチュートリアルのリンク、こちらを参考にして作っています。こちらのリンクにあるサイトは、中国語もしくは英語しかありませんので、そこは気をつけてください。コメントで情報共有、もしくは質問などもしてくれるととても嬉しいです。では、よろしくお願いいたします。操作モーションデバイス解説のパート3です。今回は、乗っている間だけ使える E、Q、R の機能を作っていきます。作るのは3つです。E で加速、Q で降りる、R で甲羅を発射します。ボタンを押した後、どの対象が動くのかまで一緒に確認します。流れはシンプルです。まずデバイスの基本、次に操作スキルの仕組み、そして E、Q、R の実例、最後につまずきやすいところもまとめます。まず、操作モーションデバイスとは何かです。簡単に言うと、プレイヤーの方向入力で、キャラクターではなく指定した物体を動かすための仕組みです。例えば、このバイクです。決まった道を自動で進むのではなく、入力に合わせて前へ進んだり、向きを変えたりできます。ここは最初につまずきやすいところです。アセットに操作モーションデバイスをつけること、ノードで操作をアクティブ化すること、キャラクターを追従させることは、それぞれ別の設定です。操作モーションデバイスは、アセットにつけただけではアクティブになりません。ノードでアクティブ化の処理を実行し、プレイヤーと操作させたいデバイスを指定して、初めて方向入力がそのデバイスへ渡ります。次に追従です。これは、キャラクターやカメラを車体について来させる設定です。乗るときは操作と追従を入れ、降りるときは両方を戻します。車体がガタつくときは、まずコリジョンを見てください。設置位置より下にあると地面へ押されやすいので、車体の上側を包むように置きます。モデルの大きさもポイントです。車体本体は縦、横、奥行きを同じ比率にします。見た目の調整は、子になっている装飾側で行うと安定します。ここで前回までを短く振り返ります。パート1で車体と乗り降りを作り、パート2で曲がり方や速度を整えました。今回やるのは、その上に機能を足す作業です。例えば E の加速は、前回作った通常走行へ、一時的なブーストを重ねるイメージです。ここで名前を整理します。編集画面での正式な名前は、キャラクター操作スキルです。この動画では、短く操作スキルと呼びます。このスキルは、デバイスを操作している間だけ使えます。乗ると通常スキルから操作スキルへ切り替わり、降りると元の状態へ戻ります。ここで覚えておきたいのは、スキルを持つのは車体ではなくキャラクターだということです。ですので、追加先もキャラクターエンティティになります。操作スキルには、瞬発、通常、投げ獅子の3タイプがあります。今回は、押した瞬間に処理を始められる瞬発型を使います。瞬発型なら、キャラクターの技モーションを挟まず、すぐにノード処理を始められます。乗っている姿勢を崩しにくいので、車両のボタンに向いています。少し応用すると、瞬発型と通常型には事前照準もつけられます。クールタイムを調整したいときは、倍率の設定を使います。ノードをつなぐ前に、この4つを分けて考えます。プレイヤー、キャラクター、車体のデバイス、そしてスキル配置 ID です。わかりやすく言うと、入力する人がプレイヤー、スキルを持つのがキャラクター、実際に走るのが車体のデバイスです。配置 ID はスキル名ではなく、そのスキルを見分ける番号です。作例の数字を覚えるのではなく、自分のスキル画面に出ている番号をコピーしてください。ここを見てください。スキルを作っただけでは、まだいいや Q には入りません。キャラスキルを追加で、対象、配置 ID、スロットを指定します。スロットは、どのボタンへ入れるかという意味です。
今回は E に加速、Q に降車、R に甲羅を入れています。元から入っていたスキルをどうするかも選べます。消す、後で戻せるように残す、スロットだけ外すの3つです。今回は完全に置き換えるので破棄を使います。配置 ID はスキルの種類、インスタンス ID は実際に追加された1個1個を表します。今回のような基本設定なら、インスタンス ID は使わなくても大丈夫です。降りた後をどうしたいかで、使うノードが変わります。空にするなら削除、元のジョブスキルへ戻すなら初期化です。では、ボタンを押した後の流れを見ます。最初に反応するのは、クライアント側のキャラクター操作スキルノードグラフです。役割を2つに分けると分かりやすくなります。クライアントはボタンの受付係、サーバーは降車やプレハブ作成など、全体へ反映する処理の担当です。この2つをつなぐのが信号です。信号は、このボタンが押されました、という通知だと思ってください。送る側と受ける側で、同じ名前を使います。ここから実例です。まずは Q キーで降りる処理を作ります。画面の左から右へ、流れを追ってみてください。Q 側はとてもシンプルです。開始からサーバーノードグラフに信号を送るへつなぐだけです。次にサーバー側です。同じ名前の信号を受け取り、押したキャラクターからそのキャラクターを使っているプレイヤーを取得します。取得したプレイヤーをデバイスから離脱させます。その後、アクティブ化に入っているデバイスの指定も外します。ここが大事です。この画面では、デバイス一覧の入力に何もつないでいません。まずは画面と同じように、未接続の状態にしてください。もし操作だけ止めて追従が残ると、キャラクターが車体についてきてしまいます。乗るときに入れた操作と追従は、降りるときにセットで戻します。処理の順番にも注意してください。Q スキルを先に消すのではなく、降車と解除を終えてから、最後に E、Q、R を削除または初期化します。次は E キーの加速です。今乗っている車体へ、一時的な加速度を追加します。画面では、開始からアクティブなデバイスを取得し、その車体を一時的な加速度を追加へ渡しています。加速する向きには、車体の全方向を使います。地面に接している間は、地面に沿う方向へ加速するので、自然な前方ブーストになります。今回の根は、加速度20、時間は3秒です。速度を20に固定するのではなく、今の走りへ3秒間だけ加速を足しています。ここは間違えやすいところです。自身のエンティティをそのまま車体の入力へつながないでください。この画面で必要なのは今操作している車体です。同じ自分に見えても入力するプレイヤー、スキルを持つキャラクター、動く車体は別です。迷った時は対象ピンが何を求めているかを確認します。正しくはアクティブな操作モーションデバイスの一覧を取得します。今回は1台だけなので、その先頭、ID0 を加速する車体として使います。この ID0 は、車体の名前ではありません。一覧の1番目、という意味です。複数台ある場合は、今乗っている1台をきちんと選びます。ブーストの感じ方は、通常の加速、最高速度、抵抗でも変わります。数字だけで決めず、実際に走って、加速の強さと戻り方を確認してください。3つ目は R キーの甲羅です。R が押されたことをサーバーへ伝え、サーバー側で甲羅のプレハブを作ります。R 側も開始から信号を送る流れです。ここで信号名が一文字でも違うと届かないので、送信側と監視側を同じ名前にします。サーバー側では信号を受け取り、渡された位置と回転を使って甲羅プレハブを作成します。ここを分けて考えると分かりやすいです。あるスキルが甲羅を直接飛ばすのではありません。投射物モーションデバイスを持つ甲羅を作り、甲羅側が前へ進みます。甲羅は他のプレイヤーからも見える共有物なので、サーバー側で作ります。クライアントは
R が押されたことと作るための情報を渡します。流れをもう一度つなげます。R を押す、信号を送る、サーバーが受け取る、甲羅を作る、そして投射物として動く、この5段階です。最後に甲羅が出る位置と向きを確認します。走りながら曲がっても車体の正面から出れば正しく設定できています。3つのスキルができたら乗車処理の中でキャラクターへ追加します。E、Q、R の配置 ID をそれぞれのスロットへ入れます。ここでも追加先に注意します。対象はプレイヤーでも車体でもなく、今操作しているキャラクターエンティティです。設定ができると、乗った時に E、Q、R が表示されます。そして降りると使えなくなります。この切り替わりまで確認してください。乗る時の順番をまとめます。プレイヤーと車体を取得し、操作を有効にして追従を設定します。その後、キャラクターへ E、Q、R を追加します。降りるときは逆です。信号を受け、離脱と操作解除を行い、追従や一時効果を止めます。最後にスキルを元へ戻します。元のジョブスキルを戻したい場合は、元スキルを残す設定か、キャラスキルを初期化を使います。破棄を選んだだけでは、自動では戻りません。それでは、完成した動きを見てみましょう。ボタンを押した瞬間と、その後の車体やスキル表示に注目してください。まずいいです。押すと車体の全方向へ3秒間の加速が入り、速度がぐっと上がります。加速が終わった後に通常の走りへ戻るか、坂やカーブでも車体の前へ進むかを確認します。次に Q です。押すとキャラクターが車体から離れ、操作スキルを使えない通常状態へ戻ります。降りた後は、キャラクターだけでなく、カメラと E、Q、R の表示も元へ戻っているか見てください。最後に R です。車体の前へ甲羅が現れ、投射物モーションデバイスの設定で、そのまま前へ進みます。止まっている時だけでなく、走行中や旋回中にも、甲羅が車体の正面から出るか確認します。ここからは、うまく動かない時の確認です。アイコンが出ない場合は、追加先、配置 ID、E、Q、R のスロット、そして保存を順番に見ます。押しても反応しない場合は、開始イベント、信号名、信号マネージャー、監視ノードの順にたどってください。どこで止まっているか見つけやすくなります。降りた後も状態が残る場合は、処理の順番を確認します。スキルの初期化だけでなく、追従、ループオン、一時エフェクトも止めます。マルチプレイでは、同じ信号に全部の車体が反応しないよう注意します。信号を送った人から、今乗っている1台を特定してください。仕上げに、もう一度乗る、連続で降りる、復活する、車体を消す、複数人で使う、お試します。1回成功した後も正しく戻れば完成です。最後に整理します。入力はプレイヤー、スキルはキャラクター、走るのはデバイス、共有処理はサーバー。この分け方を覚えると、配線がずっと見やすくなります。E は車体を加速、Q は操作状態を終了、R はサーバーで甲羅を作ります。入り口は同じ操作スキルでも、動かす対象と処理する場所が違います。これで、乗る、走る、スキルを使う、降りる、そして元へ戻す、という車両の一連の流れが完成です。では、以上で動画を終わります。コメントなどしていただけると嬉しいです。チャンネル登録なども、ついでにしていただければと思います。では、ありがとうございました。